昨年末、ゲーム王サンダーにも実装された戦闘機神風。自然界を開発した川西航空機が究極の遠距離進行用陸上戦闘機として開発した神風は、未だに多くの謎に包まれています。今回は神風の前身となる17式陸上戦闘機の辿った運命を解説し次回以降の動画で神風の開発をなぞっていきます。事前知識が少ない方にもわかるように説明しますので、ぜひお付き合いください。昭和14年、日本海軍航空隊はある問題に頭を抱えていました。当時、中国で戦う日本海軍の主力戦闘機は96艦船であり、敵爆撃機から基地を守るには速度が不足していたのです。そのため、ソ連の高速爆撃機の迎撃が困難であり、前線である艦口基地が DD3 爆撃隊に大きな被害を受けてしまいました。そこで、海軍は高速性に優れる試作戦闘機、正式採用前だった12式艦船を基地防空用の局地戦闘機として配備することを検討します。12式艦船とはつまりゼロ戦のことです。これによって、12式艦船は最初の40機が局地戦闘機仕様として生産されることが決定されます。また、中国戦線で広大な領土を生かして撤退を続ける中国軍に対して日本軍の兵站と基地建設が追いつかず、96艦船では前線基地の艦口から重慶までの長距離爆撃隊を護衛することはできません。そのため単独進行した爆撃隊に深刻な被害が発生しており、大きな問題となっていました。海軍は長距離進行用の総発戦闘機、13式操船の開発を中島飛行機に命じていましたがこちらも完成まではまだ時間がかかる見込みです。この状況に、日本海軍は局地戦闘機として配備される12式艦船に目をつけます。本来、艦隊の護衛機として6時間の対空時間を求められた12式艦船は航続距離に優れていたのです。海軍はこの航続距離を生かし局地戦闘機として使うはずだったゼロ戦を制空戦闘機として使用し、成功を収めます。これが常識外れの距離を飛ぶ、遠距離進行用探査戦闘機の運用が誕生した瞬間です。意外にも、神風のルーツは局地戦闘機に転用された艦上戦闘機だったのです。時は進んで昭和17年。日本は連合国との戦端を開き、予想を超える激戦に明け暮れていました。特に、太平洋戦線では長期間にわたって断続的に行われる航空戦力同士の戦闘、つまり航空対峙戦が激化します。開戦前は艦隊決戦の補助兵器として位置づけられていた航空部隊で持久戦をすることは、海軍にとって全くの予想外であり、当初の想定との違いに頭を抱えることになります。この頃の戸惑いを伺える資料として、基地航空部隊である第11航空艦隊司令部が第1弾作戦、つまりは南方諸島での戦いであるアゴー作戦についての戦訓をまとめた戦訓所見案ではこのように述べられています。航空隊司令は飛行機部隊の直接指揮が可能な、特に有能な人物を当てるべきである。なぜならば、海軍が想定していた戦闘は作戦目標がはっきりとしており短期全力集中で一気に勝敗を決するものだが、基地航空部隊の作戦はこの想定に全く反している。なおかつ被害が連続的に発生するために部隊の指揮統率が非常に難しい。今の航空隊司令の人選とはかけ離れており深刻な問題として改善する必要がある。航空隊が絶え間なく苦闘している現状においては特に。つまり、艦隊決戦のために作り上げた航空部隊では、基地運用の航空対峙戦に問題が生じていたのです。海軍の航空部隊は航空対峙戦によってじりじりと体力を奪われ、何よりも人的資源の損耗が問題視されるようになります。
終戦直後の海軍人事局による文書では、航空要員の養成方針が従来から制御主義であったことから開戦当初は各国空軍においてもトップレベルの能力を有していたが、量的には戦闘の拡大と大量の消耗に追いつくことができなかった。ベテランはすでに中国戦線で相当消耗しており、開戦後もたちまち大部分を失ってしまった状況によって、教育にも前線にも優秀なパイロットを十分に配置することができなくなってしまった。このため、前線部隊と訓練部隊の人事交流などはやりたくてもできずに、急いで育てた兵の質が低下して消耗率はますます増加することになった。搭乗員の育成が戦況の推移に一歩遅れている状況は、終戦まであらゆる手を尽くしたが克服できなかった。これによって日米開戦後に大きな航空戦が起こるたびに、ようやっと育成した搭乗員がほとんど全滅してしまい、その回復に多大なる困難と時間を費やすことになってしまった。と書かれており、人的資源の損耗がいかに大きな問題であったかが確認できます。さらに具体的な内容として基地航空戦に関する戦訓では、以下のように書かれています。戦闘機と爆撃機による基地攻撃において、最近は陸航の損耗率がますます増大している。戦闘機は1機の損耗によって搭乗員が1人損耗するが、陸航は7、8人の搭乗員を失うことになる。戦闘機パイロットは卒業後1年ほどで相当な技量になるが、A級陸航搭乗員は卒業後数年の経験を積んでいるものが多い。つまり、人員と機材が開戦時の見積もりよりも大きい基地航空戦で、陸航をメインとして使うのは得策ではない。特に敵地への爆撃は護衛があっても損耗が大きく爆撃機は搭乗員の数が多いことから人的資源の損耗が重大な問題として認識されます。そのため、侵攻には爆撃機よりも自衛ができる戦闘機を用いた方が良いとすら言われ始めていました。また、陸航よりも人員損耗が少ないとされている戦闘機に関しても、戦闘機の長距離進行作戦は帝国海軍独自の戦法で、常に必勝の航空撃滅戦をすること。戦闘機による撃墜は戦果を最重視し、敵機と搭乗員はできる限り同時に撃滅すること。と述べられており、こちらも損耗を抑えながら確実に戦果を上げることを期待されています。しかし当時、遠距離作戦用の13思想戦も、基地防空用の14支局戦も開発が進んでいなかった日本海軍では、艦船局戦沿線の全ての運用をゼロ戦で賄っている状況です。艦上戦闘機用の設計であるゼロ戦は、陸上運用に特化しているわけではなく、激化する南方戦線に耐えられません。そこで海軍はもともとが艦上戦闘機であるゼロ戦ではなく、陸上運用専用の戦闘機を欲しました。被害を抑えるために高高度で巡航が可能で敵戦闘機と交戦、これを打ち払うことができ、長距離進行ができる陸上運用の戦闘機。このニーズを満たすために、陣風の前身となる17式陸上戦闘機が J3 系として昭和17年7月に川西航空機に発注されました。J3 系とは陸上戦闘機を示す J と、3番目の計画であることを示す3、川西航空機を示す K を組み合わせた符号です。当時、発注を受けた川西航空機は5月4日に15式水上戦闘機の発飛行を成功させ、15式水上戦闘機陸戦案、つまり後の市電の開発をしている最中でした。J3 系は15式水上戦闘機陸戦案の予備、つまりは市電の予備として開発されていた誉れエンジン搭載の機体をベースに、海軍の要求によりエンジンを三菱で開発中の MK9B に変えて開発が始められます。武装は翼内に20ミリ機銃を2門、機種に13ミリ機銃を2門搭載した高性能戦闘機となる見込みでした。しかし、海軍に指定されたエンジン MK9B に実用化のめどが立たないことから、機体設計に移ることができずに計画は頓挫。開発現場では別のエンジンを検討したり、既存エンジンの2機串刺し配置案も話題に上ったとの証言もありますが、開発はお手上げ状態だったようです。
結局、海軍で恥流星水上戦闘機陸戦案、NHK-1J 試電の開発が進んでいることもあり、昭和18年初頭に J3 系の開発中止が決定されます。余談ですが、この計画中止の原因となった MK9B エンジンは後に烈風11型に搭載されるもその頃には生産工場が破壊されており、烈風の生産予定数は120機のみにとどまっています。J3 系が MK9B の開発を待って正式採用されていたとしても、烈風とそう変わらない結末に終わったことでしょう。かくして、J6 系陣風の前身である17式陸上戦闘機 J3 系は表舞台から去り、眠りにつくことになったのです。